皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回も視聴者さんからリクエストをいただいた戦車を作っていこうと思います。それではいつもの設計画面に入っていきましょう。今回はどんなリクエストいただいたん？第二次世界大戦中、ソ連が運用していた重戦車、カーベイ2だね。重戦車。みんなおっきいの好きやな。基本男の子は大きいの好きだからね。参考資料を出すとこんな感じです。大口径に短い方針か。あと砲塔もめちゃでかいな。では、いつものように足回りから作っていくのですが、私が調べた限りでは、カーベイ2の車体長は 6.5 メートル、幅は 3.3 メートルあったそうです。これに合わせて履帯の位置を決めると、履帯の幅は70センチ、端を合わせれば横方向は完成。ニュッと縮めて、車体本体サイズにしておきます。車体底板までの高さは約165センチあったので、砲塔パーツで測りながら作ります。サイズ感を合わせるのが重要なんやな。足回りは一応完成です。あとは全体的なサイズ感を見ながら調整します。正しい位置にパーツを配置するため、4分割するガイドを作ります。資料もあれば、そっちも分割しておくとええな。それではサクッと車体を作っていきましょう。今回作るカーベイ2の車体はとても作りやすい形をしています。ということは初心者さん向けか？そうでもないんだけど、背面がちょっと特殊という以外は、分割して傾斜を入れるだけで作れるね。ほう。前面はこのように辺を4つに分割。あとは資料を見ながら傾斜を入れていきます。位置と傾斜を合わせたら前面は完成です。そしてフェンダーの発音で突然いきり出すずんこ。いつもは自作していたのですが、今回はゲーム内のものを使います。確か2つくらい用意されとるんやな。その1つは、どうやらこのカーベイシリーズのもののようです。とりあえずこんな感じですね。めちゃ早くフェンダーできたで。次に車体背面を作ります。平らやなくて丸っこくなっとるんやな。これまでスプロケットで戦車を作った経験から、形状が大きく変わるところは別パーツで作った方が確実にかつ上手に作れます。修正もしやすいし一石二鳥やで。あとは面を選択してエクステンド。辺を曲げたらまたエクステンド。これを繰り返して曲線を作ります。毎回エクステンド工法とか勝手に言っとる作り方や。スムースアングルを入れれば完成。上側も同じ感じで作ります。フェンダーの先っちょをつければ車体は完成ですね。ええ感じやん。次は砲塔を作っていきましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。車体は初心者さんでも作りやすい形をしているのですが、砲塔は難しめです。そうなん。砲塔パーツを合計6個ほど組み合わせて形を作ってるね。結構あるな。この部分は15度ほど傾斜しています。エクステンドで厚みを作ったら、だから突然変な声出すな。ちょっとバック。とりあえずこんな感じにしておきましょう。ついでに天板をこんな感じにします。角が取れたような形やな。一応全体の形は完成したので、サイズが大体合っているか測っておきましょう。高さは3メートル20センチ前後。実物は3メートル24センチやで。大体合ってるね。それでは先に方針を乗せていきます。どのくらいの乗せとったん？砲弾の直径は152ミリ。152って。実物は20口径、約3メートルあったので、とりあえず同じサイズにします。再装填時間は約15秒に設定しました。めちゃ時間かかるな。実物ではもっと時間がかかったみたいですが、ゆかりちゃんの大胸筋で速くなっているという設定です。ゆかり、また装填しやで。設定が終わったらよろしく搭載。はい。それっぽい位置になるように埋め込んでおきましょう。ちょっと位置や長さがおかしいですが、根元付近の構造を作っていきます。見た目は複雑ですが形自体は簡単。今作っとるのはここか。その上にある謎のパーツもサクッと作って、なんか帽子のつばみたいやな。こんな感じの構造をポイッと。あとはその先端にある構造を作れば完成ですね。こうやって見ると形自体はそこまで複雑やないな。組み合わせの練習にもいいかもしれません。位置や大きさを調整して完成ですね。方針は最後に調整していますよ。では装飾を乗せていきます。これは車体の先っちょについていた謎のパーツ。砲塔のこの部分の装飾は装甲板。リベットもつけておきましょう。次に砲塔天板。ここの部分か。このようなパーツは大きく作ってから小さくします。作ったら形状は保存して読み出しやな。既存のパーツを乗せて。そして砲塔後部にも謎のパーツ。もしかして外を見るような装備か？多分そうだと思います。
砲塔後部は装飾を2つに打って作れば簡単ですね。リベットをポイッとつけて、このような装飾をつければ砲塔は完成です。砲塔できたで。それでは車体ですね。装甲の厚みを表現するため装甲板を入れます。これ入れると角の表現できてええな。背面底板もとても作りやすい形をしています。線みたいな模様は装甲板で入れればええんか。動力周りの装飾はキューポラをひっくり返して表現しましょう。ボルトのような見た目はリベットで作ります。ここまで来るとあと少しで完成です。これはマフラーの先っちょやな。せっかくなので塗装しておきましょう。ちょっと丸みを帯びた道具箱のような構造。これもエクステンドで伸ばして辺を下げるだけやな。シンプルで作りやすいやり方です。形状をコピペして合計3つ搭載。右側に謎の配管が置いてあったので同じものを作ってみました。待て見た目そっくりやん。これは何に使うのかな？では最後に動力周りの網網を作ります。これは作れん系のやつやな。細かい装飾を配置してなんとなくそれっぽい見た目にしました。反対側にも同じ構造を作れば完成です。みんなできたで。はい、今回も無事に作り上げることができました。スペックをさらっと紹介していきましょう。重量は62トン。見た目以上に重いな。実物は52トン程度ですね。自作装飾が抜かれて撃破されないように、個々の装飾はすべて 150mm ほどの装甲を施しています。これが重たい原因の一つか。主砲は二重口径 152mm 砲。砲弾は鉄鋼榴弾を使用します。制作時間は3時間40分になりました。おう、いつもよりかめちゃ早いやん。フェンダーを作る必要がなかったことと、装飾もかなり少ないことが理由ですね。目安ですが、人とのサイズ比較はこのくらいです。車体部分で人の背丈ほどあるんやな。それではゆかりちゃんを読んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。配置はいつものように、私は砲手、ゆかりちゃんは装填手と状況報告、あかねちゃんはドライバーね。また装填手か。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。あかねちゃんとりあえずバック。いきなりバックは新しい展開や。やたら強い砲弾を発射する敵さんがいるので、距離を取る作戦です。資料を見るとこの戦車かなり強かったって書かれとるで。現実ではそうですが、ゲームではそうはいきません。おっとこれ以上は下がれんのやったな。見えない壁に到着したので、敵さんを待ちます。11時の方向に敵戦車。では 152mm 砲でいきり散らしていきましょう。ポイッと撃破。手前に着弾。ゆかりちゃん装填。了解。かなり山なりに飛んでいったで。ちょっと腕が。装填遅いよ。砲弾重すぎだろ。待て何キロあるん？多分 50kg くらいかな。50キロとかアホなこと言うな。装填。慎重に狙って。頭上を通り過ぎました。くそ。何笑てんねん。ゆかりちゃん装填。了解。 50kg 装填。おいこら。挑発しとるんか。ずんちゃんそこまで素人じゃないからね。次は余裕でぶち抜いてみせます。あー、ポイント。冗談しとるやん。あれー。あー、ポイント。みんな、ぶっちゃけ言っていいかな？なんや、この手法めっちゃ狙いにくい。方針短いししゃあないやろ。装填。よいしょ。砲塔に命中。撃破。ちょっと本気になればこんなもんです。ポイント撃破。射撃ミス。全然ダメやん。全く感覚がわからん。未体切断されたね。あらあら、そんなことが好きな敵さんなのかな？どんな敵や。装填終わったらすぐに撃つよ。装填。発射。砲塔付近に命中。撃破。さっきから敵の攻撃がやばいで。歴史が正しいなら抜かれないはずです。さっきゲームではちゃん言っとったやろ。暗い。ゆかりちゃんのぐるぐる風がついた砲弾。おい。普通に長弾やん。今回も抜けねえな。今までもそうやけど大口径は基本長弾祭りや。よいしょ。砲塔に命中。撃破。ゆかりちゃん装填まだ？撃ったばかりだろ。何言ってんねん。ちょっとカットして。正面に 152mm 積んだろ。ポイント。敵戦車撃破や。ゆかりちゃん装填。砲弾が重すぎる。大胸筋で装填。1時の方向に敵戦車。ゆかりちゃん報告遅いよ。装填中だろ。装填。砲塔にズキュン。砲塔正面に命中。撃破や。敵戦車残り1両。あらあら、これは余裕ですね。ちなみにこれ8試合目です。敵さん発見。こんなもんかな？射撃ミス。装填早く。
手前に着弾。あれどこ狙ってんねん。フラエ、ゆかりちゃんが汗水垂らしながら装填した152ミリ砲。やらせるからな。側面に命中。撃破。敵戦車全滅。ズンちゃんチーム余裕の勝利でしたね。そして前面の弾痕がしょぼい。めちゃ攻撃されとったからな。カーベイ2の走行の強さは一応証明されました。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。ソ連が運用していた重戦車、カーベイ2どうだったかな？走行はめっちゃ強かったな。手法はちょっと山なりに飛んでいくのが欠点か。手法の設定は現実寄りにしたからちょっとやりにくかったね。ゆかりちゃんは、どうしたのまた手法や。装填しやらせるからだろ。皆さん、これからもゆかりちゃんを応援してあげてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。